1997年、F1 の世界は、ある小さなペダルによって激震に包まれた。それは、誰もが見逃していた魔法の仕掛け。マクラーレンが密かに仕込んだ第3のブレーキペダル、通称ブレーキステア、またの名をツインブレーキ。マシンはまるで生き物のようにコーナーを曲がり、ライバルたちは何が起きているのか理解できなかった。誰もが言った。マクラーレンのマシンは、なぜあんなに安定しているんだ。しかし、その秘密が明らかになった瞬間、ブレーキステアは、禁止という運命をたどることになる。今回のテーマは、その、消えた魔法のペダルの真実だ。マクラーレンが仕掛けた、天才的アイデア、そして FIA が下した決断。その裏側を、じっくり紐解いていこう。F1 チャンネルは、より多くの人に F1 を知ってもらうために動画を配信しています。グッドボタン、コメント、パイプのご協力、よろしくお願いいたします。第1章、時代背景、揺れる、1997年シーズン。舞台は、1997年、F1 は激動の時代を迎えていた。前年までの王者、ウィリアムズは依然として強く、ジャック・ビルヌーブがチャンピオン候補の筆頭。一方フェラーリは、ミハエル・シューマッハの加入によって復活の狼煙を上げていた。そんな中、苦戦を続けていたのがマクラーレン。1993年にアイルトン・セナを失って以降、勝利から遠ざかり、1996年には名門とは思えないほどの不振に沈んでいた。チーム代表、ロン・デニスは焦っていた。そして、技術部門を率いたニール・オートレーと、スティーブ・ニコルズが立ち上がる。彼らは、新たな設計思想を導入した。それが、MP4-12 だった。第2章、MP4-12、革命的な設計。マクラーレン MP4-12 は、細部まで空気と重量配分を突き詰めたマシンだった。エンジンは、メルセデス製の V10。出力は約750馬力。マシン重量は約 600kg。ギアボックスはカーボン製で、軽量化と剛性を両立した先進的構造を誇った。だが、それだけでは勝てない。ウィリアムズのルノーエンジンは依然として強力で、フェラーリはシューマッハの天才的ドライビングで勢いに乗っていた。マクラーレンが目をつけたのは、コーナリング性能だった。ブレーキング時の車体の安定性。ここに勝機があると、技術陣は見抜いていた。第3章、ブレーキステア、第3のペダルの秘密。当時の F1 マシンは、アクセルとブレーキの2ペダルが標準。しかし、MP4-12 には、もう一つ隠されたペダルがあった。それが、ブレーキステアだ。一部ではツインブレーキ、とも呼ばれている。その仕組みは、次のようなものだ。通常、ブレーキを踏むと前後のタイヤに均等に制動力がかかる。だが、マクラーレンのシステムでは、左右の後輪を個別に制御できた。例えば、右コーナーで右リアブレーキを軽く作動させる。すると、車体は自然と右へ向きを変える。まるでラジコンのように、ブレーキで舵を取る感覚だった。この仕組みにより、ドライバーはスロットルを戻さずに車体を曲げることができた。結果、加速と旋回を両立。コーナリングスピードは飛躍的に向上した。この魔法のような安定性を体感したのが、デビッド・クルサードとミカ・ハッキネン。クルサードは後に語っている。マシンがまるで、線路の上を走っているようだったと。
第4章、発覚、ライバルの抗議。しかし、この奇妙な挙動にいち早く気づいたチームがあった。フェラーリだ。フェラーリのエンジニアたちはデータ解析を進め、マクラーレンのマシンが通常のブレーキ挙動ではないことを発見。そして、FIA に正式な抗議を提出した。FIA の技術委員会は、マクラーレンのマシンを調査。そこには、左右のリアブレーキを独立して制御する油圧ライン、そして追加のペダルが確認された。マクラーレン側は反論した。これはステアリングシステムではない。あくまでブレーキの範囲内だと。だが、FIA の判断は異なった。このシステムは、第2のステアリング機構に該当する。つまり、ブレーキステアは操舵装置とみなされたのだ。結果、1998年シーズンを前に、全面的に禁止が言い渡された。第5章、消えた魔法、しかし残った遺産。ブレーキステアは、姿を消した。だが、その発想は後の技術に確実に影響を残した。電子的にブレーキを制御する、ブレーキバイワイヤ、左右の駆動力を個別に制御する、トルクベクタリング。どちらも、あのブレーキステアの思想を継いでいる。そして、1998年、マクラーレンは新型マシン、MP413 を投入。デザインを一新し、ニカ・ハッキネンが、ついに初のワールドチャンピオンを獲得する。ブレーキステアは消えたが、その DNA はマクラーレンの中に、確かに生き続けた。F1 の歴史は、禁止された発明の連続だ。アクティブサスペンション、トラクションコントロール、そしてブレーキステア。それらはすべて、時代の限界を押し広げた証拠でもある。マクラーレンの、第3のペダルは消えた。だが、技術者たちの挑戦心は、今も F1 のどこかで生きている。そして、次の魔法の仕掛けが登場するのは、いつになるのだろうか。